今回は福井県敦賀市の山っていう集落かな、もうその名の通り山ですけどもにやってまいりまして、でこちらの黒川牧野林道だったかな、その辺そんな名前なんですが、そこを走っていくんですけども、どうもなんか数年前は通行止めだったらしいんですね。で今現在はどうなってるんかは分かりません。でもうぶっつけ本番でやってまいりますのと、で話題的にはこの敦賀からこの滋賀県へ抜けるそのおーと下がるわ最悪のバックやなこれ。よいしょ、いくわ余裕幸先すげえバックやな何があんだこの先。林道なんですけども、その滋賀県の牧野ってところにつながるんですね。で並行する道といえば161号線が並行するのかな。なのでそれに比べてこっちはどうなんやっていう感じのスタンスでやっていきたいと思っております。よろしくお願いします。おダートに入りますね。そしてですけどもあまり情報を知りません林道名今のところ出てきてませんね。これは扱い的にはどうなってんだこれ。黒川林道で出てますね。ゴミの無断中どうのこうのって書いてあります。いや常識を持って走るってことですね。右は支線だ。黒川林道足谷支線。びっくりしたいきなりダメなんかと思いました。だから脇道が結構あるのかもしれないですね。要するにいわゆる、また森林作業路とかなんですかね。今ゴールデンウィークですので、もしやすると結構これが調子のいい林道やったら対向車何台か来るかもしれないですから、気をつけてまいりましょう。来る前提で走りましょう。はい、川ですね。なんか綺麗じゃないですか。なんかまたなんか車が置いてある。やっぱあれなんだね、釣りをされに来てるんでしょうかね。確かにチェーン張ってある。残念ながら通れないようです。マジか、ここまでなんだ。うそすごく残念。なんかここで終わるのはもったいないといういつものパターンですけども、じゃあ黒川林道に関してはここで終了というかね、車で行ける状態じゃないんで、ここまでのレポートとして終わりましょう。はい、ちょっとこっちの先行ってみましょう。何があるんかわからないけど滋
集落名が書いてあるんですけども、なんかそこって集落ないように見えるんですね。でもしやするとそのちょっと待って、別に問題ないね。もしかすると廃村なんかなっていう気もするんで、そこの探索です。はいこれは舞鶴若狭道ですな。ハトちゃん、ハトちゃん頑張れ。不法投棄禁止。お、ダートに入ります。まあ言うて無名の道ですね。ただね、気になるのが本当なんかなんだろう、集落名が金山っていうのかなって書いてあるんですね。で敦賀って金山って確か中央市街地に金山っていうとこがあったと思うんですよ。でその上でまた別な敦賀の金山か金山か知らんけど同じ感じのがあるんですね。ちょっとここ気になりますね。なんでポンとそのマップに書いてあるとこ見るとなんか廃村なんかなって思うわけですよ。あんでここは舗装なんだね。まあ着地点が欲しいわけでうろうろしておりますけども、なんでもうここに関しては全くの僕はこのノーマークやし、もう俺こそ調べてないところの話じゃない、もうぶっつけ本番で来てますんでね、何が起こるか分かりません。敦賀の方はまあ知ってる場所なんかもしれないけど、もしかするとね敦賀とかの方でも知らない方もいるんかもしれないっていう、もしかしたら秘境で穴場かもしれないですからね。まあほぼほぼもう探検ですね。探検というかもう知らないところを探しまくるっていうスタンスで言ってるんですから。お、なんか入山禁止事項、まあここ一応見といてください。キャンプとかすんなよってことね。投石倒木なんでしょうね、金山っていうんですかね。おっとこれは道的には結構長いぞ。お、長いぞ。なんか最終地点は一応最終地点はありますね。どう考えても今そんなに人が住んでらっしゃるというか、人が住んでらっしゃる方が通る道には見えないよな。路面もそのあまり走行されてないようなその汚れ具合というか、そんな感じですね。一応林道扱いでいきなり急な斜面、結構な斜面ですね。まあ私ね結構運がいい人なんですよ。なので何かしらそういうネタが僕には降ってくるんですね。なんか知らんけどなんでね、もしかするとね面白いものがなんか見れる可能性ありますね。一応舗装コンクリ舗装の林道にはなってますけども、急なヘアピンカーブを曲がり、でも昔は誰か住んでらっしゃったのかね。ふっとまた人が来そうだから気をつけないと。でも
もなんかワクワクするね。このなんかだんだんと石が転がってきて、坂が多くてワインディングというか、もう曲がりくねってきて、で周りの山も谷間ですよね、ここね。そんな中を突き進んでいってますけど、その先にその金山っていう集落の名前がポツンとあるんですよ。ほんとポツンと集落って感じですね。でもなんか路面が悪くなってきましたよ。これは何があるんか期待が膨らみますね。集落名が書いてあるのがもう期待膨らむんですよね。いや単純にね、町側の方にその今の金山っていうか金山っていうか知らないですけど、このあれがあるなら分かるんですけど、本当にもう山のど真ん中にボツンってその地図表記があるんですよ。ってことはもうここにあからさまに何かが集落が住んでらっしゃった方がいらっしゃったっていうふうにしか思えないんですよね、なんかね。で間もなくそのエリア付近に入ってきた感じですね。今その文字が地図記号でいうと真横に金山って書いてある、金山か読み方わかんないですけど、でもどうでしょう、この辺り集落があったような形跡ではないですね。どうだろう、ないな。でもね、こういうとこって結構ね住んでらっしゃった方いると思うんですよね。なんかここら辺なんかどうだ、右左は木立あるからないな。いう炭焼きとかそういった木地師さんとかそういった人がいらっしゃったとかね、よくある話ですから。だからそういうなりわいの方が住んでらっしゃった可能性もありますからね。どうだろうな。これで廃墟跡があったら面白いんですけどね。でも左側に若干の平場みたいなのが見えるような気がするんだよな。でも集落あったような感じじゃないんだよな。お、すごい。ちょっと聞いてみよう。すいません、ちょっと聞きたいんですけど、ここって昔集落とかなんかありました？ないですか。金山とかなんか金山って書いてあるような。金山は向こうですよね。ここもなんかそうやって書いてあるんで。奇跡は金山。そうなんですか。集落はなかったってことですね。わかりました。すみません、もうちょっと行かせてもらいます。今の方曰く集落はなかったみたいなこと言ってますね。山仕事されてるんですかね。多分地元の方やと思うんですけど。でもなんかこっから荒れてんな。よいしょ。やっぱ金山って金山ってこういうとこだっけ？おっと路面がちょっと悪くなってきた。ここわだちができてきてるから気をつけましょうね。一応終着点はあるみたいですけど、いきなり路面が荒れてきた。廃村があったらロマンだなと思ったんですけど、そうじゃないのか。
また道はあるね。ちょっと地面がえぐれてるから気をつけましょう。ああ、倒木だ。ああ、はい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 。一応はここまでですね。ただもうちょい先で行き止まりだから400メーターぐらいか。ちょっと歩いていくか、せっかくで。もう間もなくみたいなんで、とりあえずその最終点がどんなんかだけ見て帰りましょう。山深い。まあこれ倒木があってから相当経ってるんでしょうね。あの倒木がきっかけでもうそこから先へ誰も行かなくなっちゃったもんで、道がやっぱだんだん荒れていくっていうね、まあいつものパターンですけども、でかい石がゴロゴロ転がってる。まあ結局この先に何があって何の目的でこれを作ったかですよね。川の下見ると砂防ダムっぽいのがありますね。まあ、砂防ダムの工事用で作った道ってのも考えられますよね。めちゃめちゃ谷間なんですね、ここね。なので落石がえぐい。気をつけないといけませんね。こんな石落ちてきたらたまったもんじゃねえ。このサイドステップはなんだこれ、ワゴン R あたりのサイドステップか。ここまで来たんですかね。ここは抜けてますね、これ。おお、めちゃめちゃこれ川の流れで作られたえぐれっぽいかな。どうやら終着ポイントかな。ほんの300メーターぐらいしかないでしょうけど、結構歩きは疲れますね。はい、ではドンつきですね。水源林を作る高段造林金山造林地、契約期間46年から55年間、もう間もなくですね、なんかようわからんけどこういうことされてたアクセスラーやったんでしょうね。ここは急だねめちゃめちゃ急。まあおそらくその水資源のための立派な林を作るための管理道やったんですかね。でなんかここもこうやって見るといい感じの渓谷ですよね。踏み外すと川まで落ちます。いや意外とね、こういうとこって気をつけないとマジで油断したらね、こっからガーッと落ちていくとね止まんないですからね、本当。じゃあ事の顛末はこのような、行き着く先はこのような状況だったっていうことですね。これは多分ね、敦賀市民の方もなかなか知らないと思います。その地元の方ももうこうやってこの木の状態ですから、本当にこの営林っていうか、その林業されている方ぐらいしかわからないようなスポットやったかもしれません。ここへ来てくださいって推奨することではございません。もうこれ見て楽しんでください。もし来られたとしても僕は感知しませんし、来ないでくださいということで、今日はこれまででございます。ありがとうございました。バイバイ。